友達と音楽を聴くときに片耳ずつイヤホンをつける時代は終わりますね。ああ、やってる人いるよね。Gadget Budget。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。持っていますよね。1台は持っていますよね。そう、Bluetooth スピーカーです。このチャンネルでも以前ダイソーのラジカセ風スピーカーを紹介しましたが、今回はちょっとガチなやつで行ってみたいと思います。普段私はアンカーのサウンドコア2を使っています。購入は2018年頃だったと思いますね。音質も良く 12W と結構出力が高かったので気に入っていました。さらに防水性能も IPX7 と普通にお風呂でも使えます。ただ1点、これは充電端子がタイプミニ B なんですね。地味に充電しにくいなと感じていました。そこで新しいスピーカーを購入しようと探し始めました。気になっていたのは JBL のフリック7。デザイン、性能ともに申し分ないのですが、価格は15,000円くらい。サイズもちょっと大きいかな。もう少しコンパクトが良いなと探していて、たどり着いたのがこちら、アンカーサウンドコアブーム号 3i です。JBL にも近い価格で GO5 があるじゃないと思います。そう、確かに最後まで JBL と悩みました。 GO5 もとてもコンパクトで1万円以下、ロスレス再生も可能なとても魅力的なスピーカーですが、私はアンカーにしました。決め手となった理由は後ほどお話ししますね。では早速開封していきましょう。今回は Amazon で購入です。参考価格としては8,990円ですね。箱側面には 15W 表記。上には販売用のフック穴がありますね。シールを剥がしてオープン。付属品から見ていきます。まずは USB ケーブル。タイプ C2C ですね。本体は一旦避けておきます。マニュアルがありますね。付属品は以上のようです。マニュアルは多言語で日本語もあります。本体見ていきます。保護シートを外してシリコンバンドの使い方が書いてありますね。技的マークもありますね。上部にはプラス、マイナス、再生、一時停止。こちらにタイプ C ポートがあります。ここは液晶画面ですね。電源に Bluetooth、M ボタン、もう一つボタンがあります。電源を入れると、おお、かっこいいライティング。そしてのぶとい起動音。これは期待できますね。ガジバジくん、このスピーカーのスペックを教えて。はい、来た。みんな大好きアンカーだな。アンカーといえば昨年にモバイルバッテリーやサウンドコア3が回収対象になっていたな。確か製造元が基準に満たない部材を不適切に使っていたとか。アンカー製品を持っている方は一度チェックしてみた方がいいぞ。さて、こちらは2026年5月に発売されたばかりの最新スピーカー、サウンドコアブーム号 3i だな。 Bluetooth バージョンは6。対応コーデックは一般的な SDC と AAC。出力は 15W と、このサイズのスピーカーにしてはそこそこ大きな音が出る。連続再生はエコモードで40時間、通常モードで24時間だ。バッテリー容量は 4800mAh。 iPhone より少し多いくらいだ。防塵防水性能は IP68。 1.5 メートル程度の水没に耐えられる防水性能だ。お風呂での使用やアウトドアでの急な雨でも全然問題ないな。USB-C 端子が丸見えだけど大丈夫なのが不思議だ。そしてもちろんアプリ連携も可能。イコライザーで好みの音質調整ができるぞ。ねえねえ、
オーラキャストって何？オーラキャストというのは Bluetooth の仕様策定技術の標準化を行っている Bluetooth SIG が2022年に発表した次世代の音声配信技術だな。普通 Bluetooth はペアリングをして再生機器とスピーカーで1対1の関係になるけど、オーラキャスト対応機器だと1対多の同時配信に対応できるんだ。例えば駅のアナウンスや映画館、イベント等利用者が多数いて一つの音声を同時に大勢に配信したいようなシーンで利用できるな。大規模でなくても例えば1台のスマホで音楽を再生し複数人で同じ音楽を聴くみたいな使い方もできるぞ。ただしスマホ側もスピーカー側もオーラキャストに対応している必要があるぞ。ほう、それは便利そうですね。友達と音楽を聴くときに片耳ずつイヤホンをつける時代は終わりますね。ああ、やってる人いるよね。そうそう、この製品もう一つ特徴があって TWS モードといって2台接続時によるステレオ再生が可能なんだ。そんなこともできるの？そう、2台ペアリングして1台を L、もう1台を R チャンネルとしてステレオ再生ができるんだ。もう1台購入して試してみてくれ。じゃ、またな。なるほど、それは確かに試してみたいけれど2台か、お風呂で使う分には1台で十分な気がしますね。ちょっと考えておこうかな。さて、特にエイジングはしていませんが実際に音楽を聴いてみましょう。では再生。このサイズのスピーカーとは思えない迫力の音が出ています。これでも半分くらいの音量なんですよ。私が JBL と悩んで決め手となったのはこの出力です。 JBL-GO5 の出力は 4.8W なんですよね。現在は標準モードで再生していますが、標準でもかなり低音が効いている感じがしますね。この M ボタンを押すとモードが変更できます。標準から1回押しでエコモードになります。低音がカットされて音が軽くなりました。ライトエフェクトも消えますね。そしてエコモードからもう一度 M ボタンを押すとベースアップモードになり、標準より低音が強調されますね。2回押しでライトエフェクトの切り替え。そしてこのシリコンバンドはループにできるので S 字フックなどに引っ掛けて使うこともできます。これはとても便利ですね。ちなみにアプリはこんな感じです。音量調整はもちろん各モード変更、イコライザ設定ができます。イコライザはプリセットから選んでも良いですし、自分で好きな音質にカスタム調整することもできます。それからライトエフェクトも変更できますね。いかがだったでしょうか。ゆっくりお風呂に浸かりながら音楽を聴いたり、友達とキャンプやバーベキューで音楽を聴きながら楽しむことができます。また、スマホの緊急充電にも使えるので、1台持っていて便利に使えそうです。価格も1万円以下ですし、Amazon のセールで安くなったらもう1台買っちゃおうかな。それではまた次のガジェットで